はい、ババンババン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 バババンババン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 ババンババンバンババビバビバビバババンババンバはい、ババのはい、藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにカリカリとおやつのカリカリを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、白黒のクータくんと三毛猫のたまちゃん。画面に収まっておりませんが、白茶のよりさん、チャトラのまさるくん、グレーのぐーちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。たまちゃんかわいいね。はい。今日はたまちゃんがここにおります。操縦席にたまちゃんがおりますよ。さあみんな、どんどんスパチャを投げましょう。私が可愛いと思う人は、どん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 スパチャを投げましょうのビーム発射どん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 。はい。てなわけで、失礼しました。一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいる、うさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。かわいいたまちゃん。今日ずっとここにいるね。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。たまちゃん、はい。鉛筆た状態のジャスティス。はい。失礼しました。毛がボサボサだ。今日はアイスコーヒー。氷が入った。キンキンに冷えた。冷たいアイスコーヒーだよ。
寝たら今日は扇風機も回ってんのに、ね、そこまでするかっていうくらいな。別に、まあ蒸し暑いと思う時が時々あるけれども、そこまで暑いっていうほどではないんだけど、アイスコーヒー冷蔵庫で冷やしてたのさ、すっかり忘れててな。わあ、飲むの忘れた。飲むの忘れてたと思って。でね、今日はまあ歯磨いてないからいいかと思ってね、そこ冷やしてあったやつを、持ってきまして。カニタンさん、ジャスティース、こんばんは。今日は何味のガリガリ君かな。じゃまだ運んだ。はい、失礼しました。抹茶がせっかく食べたのにな。吐いちゃったな。全部吐いたな。カリカリタイムのカリカリは抹茶が全部食べたのかな。それを全部吐いたのかな。みたいな感じだな。てんたまさん、今夜もジャスティース、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。てんたまさん、アイスコーヒーとは珍しいね。今まであったかな、どうかなって思うぐらいに珍しいよな。カニタンさん、たまちゃん抱っこ珍しいね。いつも逃げられちゃうから。いつも逃げられちゃうからね、抱っこできたの珍しかったな。てんたまさん、スパチャビームの飛距離が、試されますな。ちょっとちっちゃかったかな、ビーム出すにはな。ちっちゃい子ちゃんだったかな。はい。で、何の話したらよかったんだっけ。たけしな。なんかさ、たけしさ、すげえなんか前に出てきてる気がするのは気のせい、気のせいなのかな。なんか前に出てきてる気がするんだけど、なんでなんだろうと思って。なんだろう、地震が起きるたびにちょっとずつ前に出てたりとかするのかな。なんか前はもっとさ、窓の方になるべくくっつけてっていうのかな、置いた気がするんだよね。で、ここにさ、タオル、濡れてるタオルをさ、そのまま入れると臭くなるからと思ってさ、ある程度っていうかな、乾くまでさ、ここに引っ掛けてぶら下げとくわけよね。で、ここだとさ、ほら、髪が湿っちゃうからと思って横向きにして、で、ぶら下げとくんだけどさ、その時にほら、たけし奥にいるから、ちょうど、たけしの手前で干すことができたのに、なんか最近干せないんだよ。干せないんだよね。おかしいなと思って。で、なんかさ、窓との、なんだ、距離もさ、あるわけよね。だからさ、と思って、もうちょっとなんか奥に私設置しなかったっけと思ってさ、ねえ、で、ほら、これがもっと前出てて、こっちがもっとさ、あっちにあったような気がしたんだけど、気のせいかな。なんかたけし前に出てきてる気がしてね、ならないんだよね。はい。テンタワさん、出てきてますぞ、やっぱりかやっぱり出てきてる気がする。おかしいなと思って。もっとなんか奥にいた気がするのに、もうちょっと窓にね、近づけて置いた気がするのに、なんでこんな隙間空いてんのかなって言ってさ、で、干せないし、あれとか思ってな、よくわかんないよ。はい。で、なんだっけ、今日は朝起きんの早かったんだよな。
起こされて、まあもうね、起きればいっか、みたいな時間だったんで、今日は5時半ぐらいに起きたんだったっけな。で、あんまりほら、時間とか気にしないで生活してるからさ、いつもの感じでさ、まあ洗濯して、ね、なんだ、コーヒータイムにして、ね、にゃんこのトイレの掃除と、水変えてご飯あげてみたいなさ、そんな一通りやって、で、今日10月1日だったからさ、1日だったからっていうか、まあ、月が変わったんで、管理費っていうか、なんだ、土地代っていうの、それをね、なんか、払い込みに行かなきゃならなくなったんだよね。で、最近は月始めにそれの振り込みに行くっていう、行事があって、で、ああ、そうだったと思ってね、なんか昨日、当番、うちが当番なんだ、今月10月はな。で、前の月の当番の人が、その管理費持ってきてたんで、いや、そうだった、そうだった、うちもだと思って、で、今日は払い込みにも行かなきゃいかんし、みたいな、なんかいろいろとごちゃごちゃと事務作業っていうのかな、っていうのがあって、で、まあ、農協はね、何時だろう、9時ぐらいからやってんのかって感じなんで、まあね、9時ぐらいには出たのかな。洗濯をね、最近ね、回数を多くするっていうのかな。前はね、まとめてしてたわけよ。にゃんこの、おしっこシーツと、あとそれ以外の洗濯物と、要は、なんか洗濯機に、入る量なんでさ、いっぺんにやってたんだけど、で、最初のうちはまあ良かったんだよね。別に匂い移ったりとかしなかったから。ただね、さすがにね、もうだいぶ回数を重ねてきてね、普通にハンドタオルとか、もうなんかおしっこの匂いがする気がするっていう感じになってきたんで、ちょっと一緒に洗うのはやっぱりやめとこうかなっていう風になって、だから最近はね、全然洗濯機の容量的には余裕がありまくりではあるんだけど、おしっこシーツとね、それ以外のものと分けて洗うことにしたんで、だから最低でも2回は回すみたいな感じなんだよね。で、なんだっけ。まあそんな感じで、洗濯の時間がだから2倍になったじゃんっていうのでさ、だからまあね、普通にのつもりで外出たけれども、なんか今日ちょっと早かったみたいなんだよね、行動がね。でね、なんだっけ。でも結局スーパーは行ったのか、その10時からしかやってないスーパーには結局行ったんだな。郵便局に行く用事があったんで、えっと、その郵便局ついでに、まあ、スーパー行こうと思って。で、まあ、スーパー行ったけど、今日はね、見切り品はなかったかな。まあ、ちょいちょいシール貼られてるものはあるけど、まあ、あんまりっていう感じで。で、じゃがいもがそこはね、100円、約100円ぐらいでね、売ってんの、一袋ね。だからそこが一番じゃがいも買うにはいいなっていうことを覚えたので、じゃあと思って、今日はね、じゃがいもをね、買ってきて、で、じゃあそもそもね、わかめとじゃがいもを煮るつもりで、じゃがいも探してたからね、じゃがいも買ってきたんで、じゃあ今日はさつまいもとわかめを煮るんじゃなくって、じゃがいもとわかめ煮ることにしようと思って、で、そもそもさつまいもはさ、前にさ、さつまいもきなこっていうね、なんか動画のサムネが上がってきて、おすすめに上がってきて、なんだか美味しそうだなと思って、なんかちょっとやってみたいなと思って、でね、なんかさつまいも買ったんだったっけ、違う、きなこ買ったのか、先にな。きなこ、買って、で、さつまいもあるから、そうだ、さつまいもはさつまいもきなこにしようと思って、で、今日はさつまいもきなこ作ってみたんだよね。そしたらね、別に美味しくなかったよね。別に美味しくなかったよね。もうね、なんか期待してたのに外れたな、残念っていう感じね。なんかそもそもほら、じゃがいもじゃない、さつまいもか。
さつまいもはさ、でんぷんなわけじゃんか。だからでんぷんだから、そもそももそもそしてる、粉粉してる食べ物なわけじゃんか。それに粉をまぶしたところで、粉がさらに粉っぽくなったな、みたいな、そんな食べ物っていうのかな。そんな感じだった。そんな感じだったよね。で、作る前にその元々の、動画をね、動画見てなかったんだけど、動画見てみたんだよね。そしたら結構砂糖入れてるわけよ。だからなんだと思って。ね、なんかきなこ、さつまいもとね、きなこのシンプルな食べ物で、美味しいよっていう話かと思いきや、なんか砂糖かなり入れてたんで、ああ、なんだと思ってさ。で、砂糖の他にも何かしら入れてたよ。なんかね、いろいろと入れてたんだよね。で、ああ、なんだ、なんかいいやと思って。なんかそれはいいやと思ってね。で、まあ、いろいろ他のレシピ探ってったら、なんか子供のおやつにさつまいもきなこっていうのもあるみたいで、やっぱりシンプルに、さつまいもね、茹でたさつまいもかなに、きな粉まぶしてるだけで、蜂蜜かけたかな。まあ、蜂蜜ちょうど今うちあるから、じゃあ蜂蜜はかけてもいいかな、みたいな感じでさ。で、それでやってみようかなと思ってやってみたんだけどね、なんかね、うますぎて止まんないとかさ、なんかそんなこと書かれてたと思ったけど、いや、いや、止まるけど、止まるけど、みたいなね、食べ物だったな。まあね、別にまずくはないから、ね、で、まあ、さつまいもを茹でて、ね、普通にうまいから、まあ、それで食べましたけど、別にきな粉いらなかったなっていうのでね、ちょっと残念な感じでございました。散々人のレシピディスるっていうな、回でございますね、今日はね。そうでさ、今日さ、もうちょっとヒヤッとしたんだけどさ、冷蔵庫がね、消えてたわけ。電気が消えてて、冷蔵庫の電気が消えててさ、冷蔵庫開けたらさ、なんかさ、暗いんだよ。あれと思って。で、なんか接触が悪いのかなと思ってさ、一番上の段っていうのかな。多分その電気が入ったり消えたりとかするようなスイッチがありそうなところに、米をさ、置いといたから、もしかして米がなんか引っかかってたのかなみたいな感じで、もう一回ね、開け閉めしたら、またつくかなと思ったんだけど、全くもってつかないんだよね。で、あれこれでついてるかな、冷蔵庫と思って。で、冷蔵庫の周り触ってみたわけよね。で、冷蔵庫ってさ、冷蔵庫の中はさ、涼しいっていうか冷たいっていうかさ、冷えてるけど、冷蔵庫の周りってびっくりするほど暑いじゃんか。だから夏場の暑いのってこの冷蔵庫のせいなんじゃないかって思うぐらいさ、冷蔵庫の周りって普段暑いじゃんか。なのにさ、冷蔵庫の周りさ、触ってみたらさ、なんかね、全然ひんやりしてんの。あれと思って、いつもの暑いな、これ大丈夫かいっていう暑さないけど、あれこれ稼働してないのかと思って、で、冷凍庫開けてみたんだけど、まあ、氷はとりあえず今のところまだ溶けてないんで、ってことはなんだ、まだ止まってからそんなに経ってないってことかと思って。で、確かに午前中だったかな、その前に料理するのにさ、冷蔵庫を開けた時は、まだ普通だったからね。それ考えると、まあ、まだね、消えてからそんなに時間経ってないから、冷凍庫の中もそのままっていうのは、まあね、納得いくけども、でも今後これもしね、故障してるんだとしたら、どんどん溶けていくのかな。この冷蔵庫の中のもの、冷蔵庫の中から、どんどん食べていかなきゃいけないのかな、とかさ、どうしようと思って、その残念なさつまいもきな粉をさ、とりあえず食べながら、もぐもぐしながらさ、冷蔵庫なきゃないで不便だよな。
なきゃないで不便だよなと。だからこれから気温が下がっていくからね、真夏になっていくわけではないからさ、真夏に向かっていくんであれば、もう潔く諦めてさ、冷蔵庫買うとかしなきゃならんのかもしれないけどさ、これからほら気温が下がっていくって考えると、まあ、なくてもいけんのかなと思いつつ、でもお客さん使うからね。うちはお客さん使うから、冷蔵庫なきゃ困るしね、と思って。で、まあ確かに結構経ってるよなと思って、この冷蔵庫もなんだかんだでな。だからにゃんこたち、私がこの家に引っ越してきた時、早々に冷蔵庫壊れたんだよね。で、まあ中古の冷蔵庫を父親がね、買ってきたんだけれども、中古なんでね、まあ綺麗だったんで、そんな買ってからね、なんか時間経ってなさそうな冷蔵庫ではあったんだけど、まあ中古だから新品ではないしね。で、私が引っ越してきた時早々に壊れたやつだから、そう考えるともうこの家に私は15年ほど住んでおりますので、そう考えるとさ、15年経ってるっていうことだもんね。まあ、電化製品ね、10年以上経つと壊れる可能性はあるからさ、そう考えると、まあ、持ってるといえば持っているけれどもさ、ね、今日はゆりたんのおしっこが大量だな。ねえ、でもまあ、壊れたらちょっと困るねと思って、で、最初はその、延長コードにコンセント挿してるわけよね。キッチンにいろいろとさ、なんだ、レンジとか、まあ、私は使わないけど、レンジとか、あとなんだ、IH とかがあるんでさ。で、あとは、ミシン掛けするときはそこのコンセントを使うんでさ、距離的にな。延長コードに刺さってるわけよ、冷蔵庫がさ。いや、もしかしてこの延長コードも古いから、延長コードのせいかなと思って、これ取り替えればいいかと思って、ちょうどこの前ね、もうコンセントが足りねえって私が文句言ったもんだから、どんどんルーターが増えていくんでさ、コンセントが足りねえって私が文句言ったもんだから、父親が延長コードをさ、買ってきたんだよね。で、結局まあそれは使わずじまいでなんとか済んでるんで、そのままあるんでさ、そっか、新しい新品の延長コードあるから、この延長コードがもし壊れてるんだとしたら、あれね、に変えればいいやと思ったんだけど、いや、待てよと思って。今、IH でね、なんだっけ、じゃがいも煮てたんだ。わかめとじゃがいも煮てたんだ。だから IH 使えてるから、違うな、これ延長コードのせいじゃないな。冷蔵庫。やっぱり冷蔵庫なのと思って、ってなってて、ね、せっかく昨日さ、梨の皮剥いてさ、冷凍したっちゅうのにさ、何これ全部食べなきゃいけない。長長引かせようと思ったのにさ、長い時間梨を楽しもうと思って冷凍したにもかかわらず、何これ全部食べなきゃいけないのかなとか思って、ま、幸いうちの冷凍庫に入ってるものは食べ物じゃないっていうかさ、なんだっけ、燃料な、あの、なんだっけ、固形燃料か。固形燃料と、あと味噌と、あとは自分が干した干し野菜を保存するのに使ってる冷凍庫なんでな。幸いそんな、冷凍食品が入ってるわけではないので、ま、そんなには梨ぐらい。ちょっと残念なのは梨ぐらいなんでさ、まあ、あれなんだけれども、ね、でもほら、冷蔵庫壊れるとちょっとショックすぎてさ、ってなったんだけど、結局その後ね、すっかりそんなこと忘れて、そんなことすっかり忘れて、冷蔵庫開けたらね、ついてたんだよね、電気がね。よかった。よかったよと思ってね、今日は命拾い。
命拾いしました。てんたまさん、さつまいも、きなこ、なんかさつまいも、もなこに見えたな。てんたまさん、残念、そうね。粉に粉振ってどうすんのって思ってさ。そっか、だからきなこうまいのって餅とかさ、しっとりしてるものっていうのかな、水っぽいものっていうのかな。ね、そういうもっちりしたものに、かけるから、まあいいんだけどさ。そうだよねと思って。そうだよね。なんか食べてみて思ったっていう感じね。だから大根きな粉はね、うまいんだよね。大根きな粉は止まんなくなって、食べ過ぎて胃が痛くなるんだけどさ。さつまいもは違ったな。てんたまさん、それは下手すると入ってるもの台無しですな。そうそうそう。ね、ただ、うちは、固形燃料が大量に冷凍庫閉めてますんでな。てんたまさん、冷凍庫って結構食品入ってますか？ただほら、うちはちっちゃい冷凍庫なんで、そもそもな、そもそもあんまり入らないので、そんなに困らないっていうか、あとは、なんだっけ、発泡スチロールがあるんだよね、箱で。で、その発泡スチロールに入れとけば結構冷えるんで、ただ夏と違ってさ、夏は500のペットボトルの水を凍らしといて、で、それをさ、なんだっけ、発泡スチロールの箱に入れて、で、置くと、結構ずーっと冷たかったんだよね。だから今その500のペットボトルの水はもうね、撤去しちゃったんで、そこまでもうね、冷えなくても大丈夫だからと思ってさ、撤去しちゃったんで、保冷剤代わりの氷がなかったんでね、それが、どうしようかな、みたいな感じだったんだよね。ヨッシーさん、私の15年経過した冷蔵庫は、時々停止します。あ、それかなそれかな。電源を抜いて、そうそう、やったやった。1、2時間経って電源を入れると復活しましたね。それやったよ。じゃあ、それかな。それからも数ヶ月ごとに停止しました。買い替え時です。やっぱりな。やっぱりな、それか。なんかそうかなとも思ったんだよね。で、その消えてる間、冷蔵庫って結構音するじゃんか。普段あまり気にしてないからそんな気にならないけど、よく聞き耳立ててると結構冷蔵庫ってうるさいんだよね。で、ずっとブーンって言ってると思うんだけど、その電気消えてる間な、なんかスーンってしてんだよ。スーンってしてるから、と思って。で、触ってもなんかひんやりしてるし、いつも冷蔵庫触ると暑いのにさ、なんかひんやりしてるし、音もなんかブーンとか言わないで、なんかスーンとしてるから、あれ、これあれと思ったんで。で、まあその延長コードからね、コンセント抜いて、抜き差しして、つけたり消したりして、もうそのスーンってなったまんまで何にも変化なかったんだよね。だから、ああ、これ延長コードかって最初思ったんだけど、いや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 、今 IH 動いてますからと思ってさ、もうってなったよね。やっぱそれだな。だからまたね、今後そうやって時々止まるんだろうな。まあ今、これから冬になっていくから、まあね、食品的にはあんまりあれかもしれないけど、不便だよな、そうなるとな。ね、てんたまさん、よっしーさん、ヨドバシに GO ですね。はい。GO ですかね。吉井さん、新規購入は360リットル以上の大型の冷蔵庫がおすすめです。実は容量が少ない冷蔵庫の方が電気代がかかるのです。マジですか。そうなんだ。じゃあまあね、であれば別にでかいの買えばいい
かね、電気代少ない方がいいもんね。今後電気止まるかもしれないのにさ。電力不足になるかもしれないのにさ、と思って、ね、だから中にそんなに入れるもんないけどと思ったけど、そっか、電気代のことをね、電気使う容量の方をね、重視しないとっていう感じだもんな。そうね。だから、360、リットル。360リットルって大型になるのか。そんな大型の冷蔵庫がうちに入るのかな。まあ、電子レンジ捨てちゃえばいいんだけど、ただ電子レンジみんな使うもんね。で、私もほら、電子レンジは使わないけど、オーブンは使うからさ、トースターとか。でね、そしたらそれの置く場所が今度ないんだよ。うち狭いんでさ、ね、物がないからなんかあんまり狭い感じしないけど、やっぱり人がね、10人とか来ると狭いみたいなんでね、そう考えるとさ、入るのかしらってちょっと思っちゃうわけよね。360リットルってどんくらいなんだろう。でも大型ってことはでっかいんだろうな。はい。みたいな感じだな。料金的にはどうなんだ？料金的にはやっぱり大型だからね、すごいことになんのかしらね。それで言ったら、なんか、エアコン買い替えるのを先にしたいとか思ってしまうな。まあ、その時には、また後々考えていく、事象でしょうかね、これはね。で、あとは何があったっけ？あったった。今日そう、じゃがいも買ってきたって話したな。で、じゃがいもとわかめ煮たって話したな。で、さつまいもきなこは残念だったっていう話したな。あとはたまちゃんのうんこが大量だったっていう話かな。どうでもいいか。たまちゃんがほら、おっきい声で泣くからさ、だから常におっきい声で泣くから、なんか訴えてるわけでもなく、なんか暇つぶしに泣いてるみたいなところあるんでさ、なんかあんまり気に留めてなかったんだけど、ただ時々ね、そのうんこで、出なくって、なんか苦しんでて、で、おっきい声で泣いてる時もね、あるみたいなんだよね。で、今日夕方、さっきがまさしくそれでさ、いや、もしかしてうんこかと思ったんだけどさ、で、最近はたまちゃんもね、部屋中にうんこしていくようになっちゃったんでさ、それがさ、こう、たまちゃんがこう歩いてったよなって思ったところにうんこがさ、ボトボト落ちてたんだけど、にしてもさ、ちっちゃいたまちゃんの体からさ、よくこんなに出たな、本当にっていう。2匹分かな？ 2 匹分だったらまあわかるけど、話もと思うんだけど、ただその時間にうんこしてたのたまちゃんしかいないんでさ、みたいなね。なんかちょっと事件ですみたいな。ちょっと事件ですっていう感じのね、量がね、うんこ出てたね。で、まあ大概この部屋ぐらい、で、ぐーちゃんがあっちの部屋まで行っちゃうかなぐらいだったけれども、ただ今ね、下に敷物引いてるんで、まあその上にしてくれてる分には、まあいいんだけどと思ったんだけどさ、今日はあっちの部屋の畳の方にまで行っちゃってて、全然ね、敷物の上じゃなくて畳の上にしちゃってたわけよ。で、やややわいっていうのかな。なんか、畳汚れついちゃったみたいな感じで、で、まあ、一生懸命こすったけどね、こすればこするほど、なんかうんこの匂いするんで、やべえなと思って、ただもう EM をね、買いましたよ。EM をね、もうね、セットで買いまして。だから前は金だからね、なんか使用期限っていうのがあるから、あんまりね、まとめ買いしてもね、なんていうふうに思ったんだけど、まあ、こりゃ多分今後、うちの生活に EM 欠かせないな、これ毎日使うなって考えたらね、まあ、こんくらい買ってもすぐ使っちゃうな、みたいな感じだったんで、ついに EM まとめ買いしたんでね、まあもう心置きなく使えるんで、
EM 巻きまくりですけど、みたいな、感じでございました。牛井さん。冷蔵庫を開けたドアに、年間消費電力が、記載されています。なるほど。小さい冷蔵庫と比較してみてください。年間の電気代で元を取れます。ああ、そんななんだ。それほどの違いがあります。なるほどね。電気代私払ってないんだよね。電気代払ってないんだけど、冷蔵庫買わなきゃいけないのは私なんだよね、みたいな感じ。てんたまさん、お通じ良すぎどうなんだろう良すぎだったらそんなね、苦しまずトイレで、ご機嫌に今まで通りポトンポトンってするんだろうけどな。なかなか出ないんで、そうやってうろうろしてるうちに出ちゃうみたいな。あ、そうか、出ちゃうところがお通じがいいみたいな感じになるのかな。ね、どうなんかね。今日はだから、EM あげなかったんだ、にゃんこのご飯にね。今日は MCT オイル。なんか、日替わりっていうのね、昨日 EM あげたから今日は MCT オイルみたいな感じ。まあ、EM も10本しかないんで、10日分しかないんで、まあ、1日おきにしても20日なんでね、1ヶ月持たないかなって感じなんだけど、そうやってね、なんかあげないと、このありさまじゃんか。そんな上げ続けないとダメなのかなと思って、ね、なんかほら、菌って一回体に入ればさ、ずっと増え続けるっていうのね、住み続けるはずなんだけど、はずなんだけどな、なんか EM 上げてない日にこうなるな、みたいなのが、ね、ここ2日、2回ほど続いておりますな。とは何の話 ?10 月1日。10月1日、なんかございましたかなんかございましたかあ、そう、でも今日なんか、その朝、割と早めになんかうろうろ、あ、そう、今日は火曜日だっけ火曜日だから農協も行ったんだ。農協も行ってさ、で、今日はね、まあ、ピーマンがいっぱいあったかな。ピーマンどうしようかなと思ったんだけど、まあ今日はピーマンでも買うかと思ってピーマン買ってきたんだよね。そうやって散々、近所をさ、振り込みに行ってみたり、郵便局に行ってみたり、農協行ってみたり。でね、一通り終わって、よし、もう外出なくてもいいわっていう風になったら雨がザーって降ってきて、おーと思ってね、よかったよって感じだったね。ちょうど振られる前に全部終わって、よかったよって感じでしたね。吉さん、家庭の年間電気代は、1位、エアコン、2位、冷蔵庫、3位、照明です。エアコンと、冷蔵庫は燃費で購入してください。なるほどな。私の場合、ほら、冷蔵庫の電気代は払ってない。払ってないので、ただまあ、なんだっけ、その消費電力な。消費電力はさ、ほら、今後電力が足りなくなるかもしれないとかさ、停電するかもしれないっていうふうに考えたときにね、まあ、ポタ電、うちにあるポタ電じゃ全然、対応できないけれども、まあ、もしそうやって何かしらで対応しなきゃならないみたいになったときに、ね、できるだけ電力のね、消費は少ない方のが良さげみたいのがあって、ね、今後家電買うときは、なんだろう、消費電力が少ないものを選ぼうとしてるわけよね。で、なんだっけ、空気清浄機じゃなくて、除湿機加湿器除湿機か。除湿機が欲しいと思ってたんだよね。で、それが、ハイブリッド型っていうのが、その消費電力が少ないのかななんか効率がいいみたいなんだよ。
で、そのハイブリッド型が欲しいなと思ったんだけど、それがね、高いんだよね。そういうのがね。で、ハイブリッド型じゃない、なんか2種類あって、どっちかのやつだったら、なんか、多少安いんだけど、消費電力がね、やっぱり大きいんだよね。で、そのハイブリッド型、両方のいいとこ取りをしてるやつは、まあ、電気代が安いというか、なんか消費電力が少ない方で、なんか切り替えて運転してくれるらしいんだよね。で、消費電力が少ないならそれがいいなって思ったんだけども、まあね、高いので、だったら先にエアコンね、買い替えた方がいいのかなとかって思っちゃうもんだったんでね。ただ水問題よね。水が手に入らなくなった時に、その除湿機があれば、その除湿した水がね、飲み水として使用できるらしいんだよね。まあちょっと気持ち的になんかね、あんまりあれだっていうんであれば、なんか浄水器通したりとかしてね、まあ飲めばいいんじゃんっていう話なんだけど、ただまあ調べると、その除湿した水は飲料水として使えるらしいんだよね。だからそういう自分で水を確保するっていう方法で考えると、ちょっと除湿機欲しいなと。で、除湿すると部屋もね、気持ちよくなるから、なんか一石二鳥みたいな話で、そりゃいいなと思ったんだよね。そりゃいいな、そりゃ欲しいなと思ったんだけどさ、いやー、高い。高いね、みたいなね。そんな感じで、いろいろと、悩みの多い年頃でございます。で、あとは、何があったかね。今日はたまちゃんのお爪切った。今日はたまちゃんお爪切ったな。あとは、何がありましたかね。今日はマチェ君のゲロで起こされたんだったかな、朝な。で、5時半ぐらいだったんで、いいや、もう起きちゃえと思って。で、起きたんだな。てんたまさん、除湿した水って大丈夫かなね、なんかそういうふうにね、思っちゃうと思うんで、まあね、なんだっけ、ろ過して飲めば、まあ、安心じゃん、みたいな、そういう話でな。ただ、調べてみたら、飲めますよっていうことだったみたいだよ。ペータはさ、5時半に5時半だともうね、起きるかみたいな。まだ4時台だとちょっとさ、4時台だとさすがにまだね、今起きてもなんか何していいかっていう感じになっちゃう。だからほら、洗濯するのもさ、一応7時過ぎっていうの。まあ、バスツアーとか行く時だとね、まあ、ちょっと7時前だけどすいませんっていう感じで。7時前だけどすいませんっていう感じで、一回回してね、にゃんこのシーツだけは洗わなきゃっていう感じで、洗ってから行くんだけどさ、まあそうでない限りは洗濯機はまあ7時以降かなっていうふうに考えると、ちょっと4時台に起きちゃうとさ、なんか早すぎてなみたいなところがあるんで、まあ寝るんだけどねっていう感じ。5時半だともう6時だからね、これ二度寝するとまた何時になるだろうって考えると、いいかも起きるかみたいな、そんな感じだったな。で、今日も暑いので結局扇風機を、回しておりますよ。あとは、今日は何があったの？ 10 月1日って何かの日だったりする？あれ ?10 月って神無月？違う？神無月か。なんか光っちゃって見えないな。老眼はあるけれども、なんか光っちゃって見えない。あれ、神無月って10月だったっけ？水無月が6月じゃなかったっけ？神無月10月だったっけ？忘れた。忘れたな。
あ、それなのか。神がいない月だからなのかな。なんかね、最近いっぱいもういろんな人がさ、なんか地球のサポートが終了したらしくって、地球のサポート終了したらしくって、なんか守ってた宇宙人たちからなんか見放されてるらしいよな。なんかもうあれ、やっぱり死ぬんだ。やっぱり死ぬんだね、みたいなね、感じになってきたな。だから今、ふと思ったわけよ。神無月だからか、神様がいない月だから、ね、撤退したっていうことかっていうふうに思ったんだけど、でもまあね、10月だけだから11月戻ってくるって話だけど、まあ宇宙人はもう戻ってこないらしいのでな、見放されたらしいのでな。残念っていうね、感じでございますね。あとは何の話したらいいんだ。今日は動画の編集して、えーっと、動画の編集して、撮影して、以上終わりだ。終わりだな。話のネタが今日もございません。ネットにもつながらない。こんなにルーターいっぱい増えたにもかかわらず、ネットつながらないのは相変わらずなんだな。これはうちのパソコンが古いからってこと？あ、そういえばね、ペイペイがね、増えたよ。何言ってんの何言ってんのって感じなんだけどさ。なんか、一昨日ぐらいに、なんかスマホをいじってた時に、なんかくじとか出てきて、ペイペイくじみたいなのが出てきて、なんかくじを引くみたいのを押して、で、なんかね、最大で1500円分、1500円だったかな、なんか、当たるみたいなくじで、おう、1500円当たれと思って押したんだよね。そしたら1500円当たったわけよ。だからなんだろう、これ広告かなんかだったのかなと思ってさ。で、PayPay ってすぐに反映されないからさ、なんかね、広告かなんかクリックしただけかと思って、と思ってたんだけど、なんかね、PayPay の残高が1500円になってる。1500円になってるから増えたな。だからあのくじ本当に当たったんだな。何気にお金入ってきたな。はい。何気に、お金入ってきましたよ。えーってたまさん、日本酒の日なんだ。なんでだろう。なんでだろうな。はい。てんたまさん、ペイペイくじ1回だけ1000円当てたことがあります。おー、すごいじゃん。ねえ、よしさん、動画編集はあっという間に時間が経過しますね。そうそうそう。社畜だった頃のプレゼン資料作成より高度で複雑です。まあ、そうかもしれないね。だからさ、あっという間にさ、時間が経過する間、ね、ずーっと目を酷使してるからさ、そりゃ老眼にもなるよねっていう感じよな。てんたまさん、1500円はラッキーですね。そうだからさ、最大で1500円ってね、当たれと思ってやったらさ、1500円とかなってるからさ、あはぁと思って。当たったことないからさ、こういうのな。なんか広告かと思ったんだけど、なんか残高が今増えてたんで、あれ当たってたんだねってね、今思ったわけよ。納得と共感内閣、石破茂首相、ね、賛否両論いろいろとあるとは思いますけど、そうかと思って。なんかこの人、あれでしょ、防衛が得意らしいじゃんか。ってことは、あれか、なんか周りを、なんだっけ、裏切りの、なんか
人らしいじゃんか。もうあれも裏切ったし、これも裏切ったしみたいな。で、なんか自民党から嫌われてるみたいな。なんかそんな話を聞いたけど、なんかそれで解散総選挙だったっけっていうのでね、最初はやらないっつってたのがね、早速やるって言い出して、コロッと手のひら変えたっつうのでさ、まあいろいろな、だから嫌われるんだとか、なんかいろいろ言われてみるみたいだけど、私はほら全然知らないから、政治のことさ。でね、防衛が得意な人だっていうから、あ、そうかと思って、だから敵は、身内からっていうのね、だから手のひらを、手の内を見せてしまうと、弱み握られるから、まあ、そのために、防衛っていうのかな、隠して隠してっていうのかな、本当のことは言わず、で、逆のことをやってみたいなことをやってた人なんだろうな、きっとっていうので。で、今回のそれもおそらくそうだったんだろうなっていうのでね、自分の中ではまあね、決まってたことなんだろうけど、周りには違うことをね、言って、防衛してたんだろうねって、なんか納得っていう感じだったね。石破氏日米地位協定の改定に言及。衆院選で運動会延期、そんなのあったのか。台風18号、もう18号なのか。なんかこの前10号が乗るのとかって言ってなかったっけ。いつの間にか8個もできてたんだね。影響長引くまでっていうのか、そんなこと。五輪最高位スポンサー、日本勢撤退。どういうことだ。タイでバス炎上、子供ら20人超死亡。あ、きついね。朗希を絶賛ドジャーズ幹部ら視察。なんだかわかんない。わかんないのばっかりだ。わかんないのばっかだな。経済もっとわかんないよな。五輪最高位スポンサー日本勢撤退ってなんだ。ブリヂストン、オリンピックと結んできたスポンサー契約を終了。パナソニックとトヨタも年末で終了。すべて撤退することになる。まあ、契約が終了するから撤退っていうことなんかがあったからっていうわけではないのかね。あとは、なんか面白そうなのありますか。行数ブラウニー一部にカビ。そういえばなんか最近ブラウニーかななんか気持ち悪いの。全然美味しそうじゃない、なんだ、魚肉ソーセージ的なっていうのかな。なんだ、チキン、なんとかチキンみたいになんだろう、真空パックになってるっていうの真空パックにされてるさ、ブラウニー、ガトーショコラガトーショコラがさ、あって、なんか全然美味しそうじゃないんだよね。なんかこれな、美味しそうと思って買う人いんのかなってすげえ不思議なんだけど。なんかもうね、食べ物、なんだろう、食べられれば何でもいいみたいな域になってんのかなみたいな感じで、すげえ謎なんだよな、あれな。なんかとてもスイーツとは思えない感じで、なんかね、これでいけんだからいいだろう的な感じで売ってる感がすげえあって、なんか美味しそう、なんか食べたいと思って買いたいっていう欲がさっぱり湧かないんだけど、あれはなんだ。はい。では、突然始まるアファメーションタイム。
この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。では、いきますよ。せーの。ああ、よかった。ああ、よかった。ああ、よかった。はい、よかった、よかった。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで可愛いな、見た目で毎日のようにやっておりますので、お付き合いいただけると嬉しいです。何私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイならー。